幻の最終回モアがアニメ化され、さらにエリちゃんが UA に訪れる特別エピソードI am a Hero 2も短編アニメ化されることが決定し、まだまだ盛り上がりを見せる僕のヒーローアカデミア。今回はモアで明かされた8年後のヒーローチャート完全版を解説していこうと思います。なお、モアで明かされたヒーローチャートではなく、さらに後の時系列でエリちゃんが主人公の特別読み切りI am a Hero 2時点でのチャートになりますので、若干のズレがあることをご了承ください。テクとダイナマイトがランキング急上昇した時のチャートってことね。ちなみに堀越先生曰く50位までは決めていたそうですが、その後変更しており正式なものはないようで、一部空欄の順位もあります。この動画はヒロアカ最新話までのネタバレが含まれるので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでから見てね。108位はまだ捕まっていないだけのもぎたてヒーローグレープジュースです。順位が煩悩の数になってる。 A 組の中では最下位のミネタですが、大半のヒーローがランク外の中100位台前半というのはなかなかの順位ではないでしょうか。 A 組が優秀すぎるんだよね。サイドキックは基本的にチャートに入っておらず、名門ヒーロー学校の傑物高校でもランクインしているのがグランドだけなので、若手ヒーローの中ではかなり上位に位置していると思われます。最終決戦の火蓋を切ったりマウントレディのサイドキックやってたりするから、知名度はかなり高そうだよね。このまま順位を上げるのが先か、捕まってヴィランになるのが先か、ミネタミノルの活躍にご期待ください。46位は現役 UA 教師のプレゼントマイクです。40歳近いけどまだ現役。プレゼントマイクは英語教師を務めながら、週末にはラジオ番組、そしてヒーロー活動も未だ現役と、体力お化けなのは健在のようですね。アニメではナレーションもやってます。他の UA 教師がランクインしていないところを見ると、ほとんどが教師業に専念する中、マイクだけは未だ最前線で活躍し続けるのは、もはやレジェンド入りしてもいいのではないでしょうか。学生の頃から天才肌だったから、将来的に UA の校長になってそう。45位は初めてのチャートインチャージ妻です。俺たちのチャージ。チャージは A 組の中では比較的低いランクになっていますが、ヒーロー活動の内容が災害時の電力確保やインフラ整備など地味で目立たないため、ランキングに反映されにくいものの、実際には感謝している人がかなり多く、ヴィランからもチャージは殴れんと言われるほど愛されているようですね。アホになりながら復旧作業してるのかな。44位は不明。43位は復活した男気ヒーローデステゴロです。全面戦争後の治安が悪化した日本で、市民からのバッシングに耐えきれず逃げるようにヒーローを引退するも、第二次決戦でデクの戦いを目の当たりにし、心に再び火がついたデステゴロは、避難所で瓦礫に巻き込まれそうになった市民を助け、体が動いちまうと戦線に参戦。決戦後はヒーローに復帰し、肉体的にピークを過ぎたにもかかわらず、全盛期のヒーローたちに引けを取らない活躍を見せているようですね。ヒロアカで一番最初に登場したヒーローが最後まで頑張ってるのがなんかいいよね。42位はシシクロスです。シシクロスはヒーロー仮免試験で落第した後は、指揮官の雰囲気を醸しつつも無免許の状態で第二次決戦にも参戦。オール・フォー・ワンが脱獄した時にオルタロスの看守だった父親が殺された恨みを抱きつつも、ヒーローとしての責務を全うし、オール・フォー・ワン討伐に大きく貢献しました。8年後はチャートインしているからちゃんと免許も取れたんだね。シシクロス事務所を立ち上げ、同級生のケミーをサイドキックに迎え、順調にチャートランキングを伸ばしているようで、ベテランプロヒーローたちに迫る活躍を見せていますね。ケミーはイナサと相性が悪かったみたいだから、シシクロス事務所でサイドキックしているのかな。41位は琉球です。全面戦争前はチャート10位だった琉球、かなりランクダウンしているように見えますが、今は後進育成に力を入れているようで、琉球事務所出身のねじれちゃんや裏引き、フロッピーが社会に影響を与える働きを見せているところを見ると、琉球の影響力はチャート順位以上に大きいものがありそうですね。琉球とミルコの同世代コンビがアラサー美女になっても未だ現役なのが最高だよね。
40位はインビジブルガールです。独立後そこそこの順位で活動していたインビジブルガールでしたが、司法に身を委ねた後再度 UA を卒業し、ヒーロー免許を取得した青山優雅をサイドキックに勧誘。ある日のパトロール中、ネビルレーザーを反射した際に再び透明化のバグが発生し、秘密にされていた葉隠れの美貌があらわになったことでチャートが天井を向くほど急上昇。一気にトップヒーローの仲間入りを果たします。葉隠れちゃんの矢印だけてっぺん向いてるよ。国枝戦でバグが発生した時に全てがあらわになってしまった教訓を生かし、あらかじめヒーロースーツを作っておいたことが功を奏したのか、もしスーツを着用していない状態でバグを発生させていたとしたら、若かりし頃のミッドナイトのように法律を変えてしまっていたかもしれませんね。39位、38位は不明、37位はセロファンです。ひげを剃るべきか伸ばすべきか悩んでいる能天気ヒーローセロファンですが、最終局面でオール・フォー・ワンに対して辛いことなんざあるよりない方がいいだろという持論通り、悩みがちな上位ヒーローたちの中でも圧倒的に楽しそうな人生を送っているようですね。クラスメートが世界的に活躍していたり多忙すぎる毎日を過ごしている中で、セロくんだけは人生を謳歌してそうだよね。36位不明、35位はフロッピーです。A 組の中では比較的順位が低めのフロッピーですが、お茶子の個性カウンセリングにはほぼ同席しており、実家の家族との時間や UA の臨時講師などさまざまな仕事を同時並行でこなしているようで、チャートの順位以上に仕事量は多い縁の下の力持ち的な存在です。なんだかんだ一番バランス取れたヒーロー活動してるよね。デクやお茶子に匹敵する仕事量をこなしながらも、お茶子のメンタルケアまでサポートし、休日にはお茶子とピクニックに出かけるなど抜群の安定感がつゆちゃんの魅力なのではないでしょうか。34位はコミックマンです。 B 組の中でも汎用性に優れた個性で、近距離戦闘以外はほぼ何でもこなすオールラウンダー。実はヒーロースーツも新調しており、インクと G ペンモチーフからタブレットに進化しているところも見逃せないポイントです。君は本当に人間なのかい。33位はテイルマンです。武闘ヒーローとして活躍するオジロマシラオは、尻尾という汎用性も射程も短い、お世辞にも強いと言えない個性でしたが、心身ともに鍛え上げ、頂上の極みともいえるトップヒーローに食らいついています。中の上くらいの順位にちゃんと入ってきているところがおじろくんらしいよね。人当たりの良さから老若男女に好かれており、念願だった道場を開くことが決まっているものの、デクに次ぐクソダサファッションセンスは健在で、丸尾と胸にイラストが入った T シャツがお気に入りのようですね。デクもまだクソダサ T シャツ着てるのかな。31位はイヤホンジャックです。サポート向きの個性ながらも、第二次決戦でオール・フォー・ワンと戦った経験から戦闘能力もかなり上がったようで、単独任務やヴィランとの戦闘もこなせる万能ヒーローに成長したようです。魔王と戦ったらどんなヴィランが相手でも怖くないよね。ちなみにオール・フォー・ワン戦で失った片耳は完全修復はしていないものの、だいぶ良くなっているとのことですが、普段は左耳のジャックは見当たらず、ヒーロー活動時は伸びてきているのを見ると、左耳はサポートアイテムの可能性が高いのではないでしょうか。みんな8年経っても戦いの傷跡は完全に治ってないみたいだね。30位不明、29位はピンキーです。ドエロいナイスバディに成長したピンキーは、これまでの戦い中心のヒーロー活動ではなく、ダンス大会への参加などエンタメ方向での活躍が目覚ましく、オールマイトとは違った形で若者に影響を与えているようですね。ミネタ、よく理性を保てたな。第二次決戦ではギガントマキアを溶かすほどの殺傷力を見せた3の個性ですが、平和になった世の中では使いにくいのか、強すぎる個性も一概にいいとは言えないのがヒロアカの世界観のいいところですよね。28位不明、27位はスティールです。鉄鉄鉄鉄。レッドライオットのライバルであるスティールですが、男気とビジュアルの点で見劣りしてしまったのか、だいぶ差が空いてしまってますね。みんな名前が読めないんじゃ。ファットガム事務所出身のヒーローは実力があるメンツが多いので、今後はさらに上位に上がっていく可能性は高いでしょう。26位不明、25位はウラビティです。
個性カウンセリングに積極的に取り組み、社会を動かすほどの影響力を示したウラビティ。ヒーロー活動的にはカウンセリングや講演会がメインなのか、影響力の割には順位がそこそこなところを見ると、やはり上位に食い込むためにはド派手な立ち回りとカリスマ性というヒーローらしいヒーローが強いということが分かりますね。個性得意点問題って全く解決してないから、お茶子みたいな人が破滅確定の世界を救うのかもしれないよね。24位はバトルフィストです。女性武闘派ヒーローとして人気のバトルフィストは、凛とした姿と姉御肌の性格で人望が厚く、同年代や後輩から相談を持ちかけられることが多いようで、若手のリーダー的存在になっているようですね。ちなみに親友の柳玲子ちゃんはサイドキックとして今も一緒に活動しているらしいよ。23位はリザーディです。バラバラのみを彷彿とさせる個性、トカゲの尻尾切りが強すぎるリザーディ。 B 組の特待生だった彼女は第二次決戦では目立たなかった反動なのか、今は金髪に染めており、イケイケなヒーロー活動をしているようです。隠密系個性なのに金髪にして目立っちゃう矛盾だが、それがいい。22位はギャングオルカです。前世紀に比べて多少順位は落ちたものの、まだまだ上位に食い込むヒーローとしての実績と水族館経営者としての詳細を持っており、サイドキックの人数の多さからも相当な経営能力を持っていることが分かりますね。トップクラスのヒーローたちよりお金ありそう。21位はグランドです。傑物高校で唯一チャートインしたグランド。デクをリスペクトしているのか、髪にグリーンのカラーを入れ、相変わらず爽やかな笑顔を市民に振りまいているようです。同級生の中亀ちゃんとはまだお付き合いが続いているみたいだけど、髪型はかなり不評みたいだよ。20位はクリエティです。最強個性の一つである創造を持っているクリエティですが、その才能を戦いに使わず、構造を理解していないと想像できないという縛りから得た知識で研究職の才能が開花し、世界的に権威のある研究者として活躍しているようですね。堀越先生も認める最強個性の一つだけど、それを戦いに使わない道を選ぶのがギャオモモらしいね。19位はサンイーターです。実力的にはすでにファットガムを超えていると評価されているサンイーターでしたが、お世話になったファットを助けたいという思いから未だにファットガム事務所に所属しているものの、唯一サイドキックでチャートインするという異例の実績を叩き出しています。サイドキックってチャートインできないと思ってたけど、単純に実力不足で入ってないってだけだったのか。有識者からはルミリオンを超える実力を持っているという声もあり、ルミリオン自身もサンイーターを天井がないと自分より高く評価しているので、独立した時は確実にトップ5に入ることでしょう。 UA ビッグ3は偉大だな。18位はつくよみです。 A 組の中でも5本指に入る実力者のつくよみですが、夜の監視者という真夜中やアングラな活躍が多いため、実力よりチャートが低くなっているように感じますね。 CM に起用された時もブチギレてたから、メディア対応がもっと得意だったらトップ10には入りそうだよね。17位は烈風です。私立高校出身で一番チャート順位が高い烈風。第二次決戦でもヒーローが逆転するきっかけを作った英雄として不動の人気を得ているわけですが、中身は相変わらず天然炸裂しているようで、ケミーとの任務中に言われた近くに銀行ない、早くお金下ろさないとメロンプリンなくなっちゃうという意味のタンギンチョパやメロリシという言葉を、短い銀髪やばいほどかっこよくてメロメロしちゃうと勘違いし、突然美容院に駆け込んで銀髪に染めるなど、相変わらずコミュニケーションは苦手なようですね。ちなみにケミー視点から見ると、メロンプリン食べたいって言っただけなのに、いきなりシカトされて美容院に駆け込む気候にびっくりして、そのまま帰ったらしいよ。地獄だね。16位はマットマンです。 B 組特待生として学生時代から抜群の活躍を見せていたマットマン。プロになった後も柔軟な思考と対応力で活躍し続け、名実ともにトッププロの一人になり、そのスマートな生き方を表すかのように年上のプロヒーローと婚約発表するという、とてつもなく順風満帆な人生を歩んでいるようですね。
同級生が恋バナでキャッキャ言ってる時にちゃっかり年上と婚約までしてるのはびっくりしたよね。15位はインゲニウムです。ヒーローに復帰した兄と共に超大手ヒーロー事務所伊田店を経営しており、エンデバーがヒーローを引退した今では日本最大のヒーロー事務所になっている可能性は高いでしょう。ベストジーニスト事務所か伊田店が最大手っぽいよね。霧島から飯田と八尾桃は仕事の質が違うと言われていることから、飯田自身も世界的に有名なヒーローとして活躍している可能性が高く、収入面でもとんでもないことになっているのかもしれませんね。14位はレッドライオットです。ファットガム事務所から独立したばかりではありますが、子供たちからの絶大な支持もあり、新人ヒーローとは思えないほど上位にランクインしています。 A 組の中でもトップクラスだよね。サイドキック時代からメディアに出るたびに熱い言葉を全国に投げかけていたこともあり、名言を集めた男気カレンダーによってさらに人気爆発。男性からの圧倒的支持、特に小学校低学年層に圧倒的人気を誇っているようですね。13位はファットガムです。もともとはランク圏外でチャート発表を観客席から見ていたファット。しかし市営8歳改編での活躍や第二次決戦でのリーダーシップが評価され、8年後のチャートでは11位まで上昇しています。テクとダイナマイトが急上昇したから下半期チャートだと2ランクダウンして13位なのかな。同じ世代の琉球が後進育成のためにランクを落としている中、レッドライオットやサンイーターを育成しつつ自身も順位を伸ばしているというのはファットの器の大きさを感じさせますね。サンイーターは実質1位っていう人もいるくらいだから、事務所パワーだと一番かもしれないね。12位はファントムシーフです。 B 組最高ランクのファントムシーフは上半期ランキングではトップ10入りと目覚ましい活躍を見せています。学生時代はクソみたいな性格だったけど、なんだかんだ熱くていい人だもんね。コピーという最強クラスの個性と人心掌握術で悪い顔しながらも絶大な人気を誇っているところを見ると、市民には善人だということがバレているのかもしれませんね。第二次決戦の功績で本当に教科書に載ったのかもしれないね。11位はテンタコルです。異形差別問題に取り組み世界中から注目されているテンタコルは、若くして今村平和賞を受賞するなどグラビティと同じく個性終末論問題を解決する重要なヒーローに成長しています。サイドキックのコーダくんも優秀だから、これからもっと有名になりそうだね。10位はウォッシュです。子供に絶大な人気を誇るウォッシュは8年経った今でもトップ10に入り続けている実力派のヒーローで、サイドキックには佐藤力道など多数の優秀なヒーローを抱えています。マジで謎が多すぎる。クリーンボブルという謎すぎる個性を使い、避難や救助、医療にまで使えるサポート系ヒーローの頂点として今でも絶大な支持を得ているようですね。よく見たら縦型からドラム式にグレードアップしてるんだよね。9位はねじれちゃんです。マウントレディ、ミルコ、ねじれちゃんという女性ヒーロービッグ3に上り詰めたねじれちゃん。波動という強力な個性で暴れ回っているのかと思いきや、迷宮入りの難事件を解決しまくり、名探偵ねじれちゃんとして頭脳派ヒーローになっているようです。なんで不思議で犯人を追い詰めていくらしい。なんて恐ろしい探偵なんだ。8位はミルコです。今も昔も最前線で活躍し続けるミルコ。トップ10から転落したことがなく、信楽と村との戦いで四死欠損しても手足を改造し続け、さらなる進化を見せ続けています。ミルコ無敵すぎるでしょ。ちなみに堀越先生曰く、ミルコの生命力の秘密は常に死ぬ気で生きているからとのこと。7位はベストジーニストです。信楽との戦いでボロボロになったにもかかわらず、誰よりも早く復帰し、そのまま最前線を走り続けるベストジーニスト。45歳というヒーローの中では高齢ではあるものの、全く衰えを知らず、むしろ若返っているように見えますね。完璧超人すぎるだろ。 UA を卒業した爆豪をサイドキックに迎え鍛え上げたのですが、口の悪さだけは改善することができなかったようですね。6位は森林カムイです。
初めてのチャートインからトップ10に入り、若手ヒーローのホープとして努力を続け、10年後にはさらにチャートを伸ばし続けています。マウントレディとの熱愛はどうなったんだい？エッジショットが治療に専念している中、ラーカーズの一員として大先輩の復帰を待っているのかもしれませんね。5位は大爆殺新ダイナマイトです。チャート初登場4位、その後口の悪さでズルズルと15位まで下落。しかしデクがヒーローに復帰したことでやる気が出たのか、みるみるチャート上げ、5位にまで上り詰めました。かっちゃん、デクが大好きすぎるよ。第2次決戦でオール・フォー・ワンを倒すという大活躍を見せ、サイドキック志望の若手が殺到するも全員泣かせて辞退させていますが、なんだかんだ個人事務所の方がのびのびとやれそうな気がしますよね。バーニンだったらかっちゃんをうまくサポートできそう。4位はデクです。UA 教師の時も講演会や若者たちへの影響力を鑑みてチャート2桁台に入っていたデク。ヒーローに復帰した後はワン・フォー・オールで培った戦闘経験を生かし、ショートやダイナマイトに劣らない活躍を見せています。半年でトップ5入りってすごすぎる。無個性になったとしても戦力は全く衰えておらず、超パワーがなくなった分テクニックと知識で補っているのでしょうね。3位はマウントレディです。初めてのチャートインは23位で、いきなりトップ10入りした森林カムイを妬む一面も見せましたが、全面戦争でギガントマキア、第2次決戦ではオール・フォー・ワン相手に一歩も引かず、花があるビジュアルと鍛え上げられた肉体、そして不屈の闘志とまさにヒーローを体現するような存在になりました。1話ではゼニゲバヒーローだったのにめちゃくちゃ成長したよね。もともとはヒロアカのヒロインになる予定だったマウントレディが最初から最後まで活躍し続けたのはファンにとっても嬉しいですよね。2位はショートです。トッププロヒーローとして活躍しながらもマセカ気象の納涼ごちんこ祭りには必ず顔を出すなど幅広くヒーロー活動をしており、多くの人命を奪ったダビの家族というレッテルを跳ね返すほど努力を重ねてきたことが分かりますよね。エンデバーの姿を見てきたからこそ今のショートの活躍があるのかもね。デクとダイナマイトが台頭してきたことで生き生きとしてきているので、日々困った人たちに手を差し伸べていることでしょう。1位はルミリオンです。ヒーローとしての実力はもちろんのこと、サーナイト愛から受け継いだ元気とユーモアがない社会に明るい未来は訪れないという願いを叶えるように、体を張ったギャグにさらに磨きをかけ、多くの子供たちを笑顔にしているようですね。桃早く収穫しなきゃ。デク、ダイナマイト、ショートの台頭で焦りを見せつつもオールマイトのように輝き、サーのようなユーモアで人々の希望になり続けることでしょう。今回名前が出ていないのですが、もう一人だけヒーローチャートにランクインしている隠れたニューヒーローがいることを知っていますか？それって誰？アストロ。ファイナルファンブックの堀越先生への質問コーナーで、最終回時点でのヒーローチャートが知りたいという質問に対して、正式なものはないがロデオという未登場キャラクターが注意にいると語っています。27位のスティールと25位のウラビティの間が一つ空いているので、堀越先生が考えていた50位までのランキングでちょうど真ん中である26位にロデオがいるのではないでしょうか。めっちゃウエスタンヒーローっぽい。あとは8年前に有能株だったバーニンが見当たらないのですが、モアでルミリオンと遊んでいた子供たちの中にバーニンのような個性を持った子供がいるので、ヒーローを引退しお母さんになっているのかもしれませんね。エンデバー事務所がなくなったのがきっかけで新しい道を選んだヒーローもたくさんいるのかもしれないね。ということで今回は最新ヒーローチャートについて深掘りしてきましたが、いかがだったでしょうか。あなたの感想や考察をコメント欄で教えてね。いいねとチャンネル登録、ハイプもぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。キュルスウルトラ。